You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of... こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回注目の新商品と冷感寝具を紹介したいと思ってます。どちらも IKEA でしか買えないなっていうアイデアが斬新なアイテムを特に紹介していきます。あと7月中に値引きされている商品がありますので早めにチェックしていただきたいなと思います。あとルームセットがすごく可愛くなってまして、そちらを一緒に見ていただきたいなと思います。ぜひ最後までご覧になってください。まずは冷感寝具から紹介します。日本の IKEA では7月中は2割引きでなってまして、お得に買うチャンスでございます。毎年 IKEA の冷感寝具は話題になるんですが、今年はフォロワー様から結構面白いものを紹介していただきましたので購入してみることにしました。後ほど詳しく紹介しますけども、ミニサイズの敷きパッドがめっちゃ良かったです。こちらの枕が昨年 SNS でバズってすごい話題になった枕ですね。私は今回別のを購入してこれは買ってないんですけども、 IKEA は結構いろんな種類の枕が売ってます。本当にたくさんあります。ただ枕って本当試してみないとわからないところがあると思うんですよね。で IKEA では枕、マットレスなどは90日間お試し保証という制度があるみたいです。私そもそも枕買うつもりなかったんですけども、実物見たら欲しくなって買ってしまいました。 IKEA の敷きパッドなんですけども、まずサイズが90センチ幅なので注意が必要です。日本はアメリカ規格ですけども IKEA はヨーロッパ規格のものが多くなっています。あと特徴としましては、表面の素材にウレタンが含まれてないことです。他社で非常に多いのが表面にウレタンが配合されている場合です。ウレタンは毛玉になりやすいと言われています。すぐ毛玉になるねんって方は IKEA いいかもしれませんね。あとこちらの6000円の方は中身にビスコースが 30% も含まれています。ビスコースは吸湿性に優れた素材です。なので蒸れにくいという特徴があります。やっぱり快眠には蒸れって大事なポイントになってきますよね。あと表面もナイロンなのでポリエステル製よりもひんやり感が強いです。単純に熱伝導率だけでは語れないとは思うんですけども、ナイロンの熱伝導率は 0.25 ワットパーメートルケルビンとなっていて、お値段が安い冷感敷きパッドってだいたいポリエステルの割合が 70% とか結構多めになっていると思うんですけども、ポリエステルより約5倍の数値だと言われています。なのでヒヤッと感はとても強いです。素材でそのようにして選ぶといいんじゃないかなというふうに思ってます。で今回 IKEA はですね、こちら革命だなと思ったんですけど、このミニサイズの敷きパッドというのがありまして、やっぱり先ほどのもそうですけど、素材をいいのものを選ぶと、お高くなってくるんですよね。ただこれはとてもミニサイズということでお手頃価格になっています。さらに小さいので冷蔵庫で冷やすことができます。すごいひんやり感を楽しめます。ミニサイズなので洗濯しやすいというメリットもあります。こちらはアイロンかけずにこのぐらいのシワシワ感です。こちらの枕カバーも一緒に購入しまして、一緒にレビューしていきたいと思います。で約10日ほど使ったんですけど、こちらの敷きパッドはですね、寝返りした時に冷たって目が覚めたんですよね。しかも何度も。だからそのぐらい冷たいってことなんですけど、目が覚めるってちょっとそれってどうなんて思うところはあって、こちら公式サイトの画像なんですけども、こんな風にシーツの下に入れるぐらいが私はちょうどいいかなと思いました。暑がりの方は直でも大丈夫かなと思います。あとペットにもいいですよという風な DM をいただきました。枕カバーの方はこちらの敷きパッドよりもさらにひんやり感が強いです。ボーダー柄の方がビスコスレイヨン 60% となっているからなんですね。めっちゃ感動したのがアイロンなしで全然シワシワにならないことです。レイヨンって洗いにくいのがデメリットだと思うんですけども、こちらは普通に洗濯機で洗うことができます。レイヨン 60% でこのお値段っていうのは私はかなり気に入りました。で枕はこれはなんか思わず買ってしまった枕ですかなり柔らかめですね。で中はこんな感じでウレタン素材になっていて、穴がいっぱい開いているので蒸れにくいっていう工夫がされているのかなと思いました。枕はね、使ってみないと分かんないですからね。 IKEA の特徴としてはうつ伏せ用の枕が売っているというところです。結構珍しいですよね。
枕は本当に種類もたくさんありますので、ぜひ 20% オフもねありますし、ぜひ店頭で確かめてみてください。続きましてはすごい面白いものを見つけてきたので紹介します。こちらのスポットライトなんですけども、 USB 給電でかなり手頃に使えるにもかかわらず、とっても光量のあるライトとなっています。すごく薄型なのでディスプレイライトとして多分売られているのかなっていうふうに思ったんですけども、ブラックもあります。スイッチのオンオフがこうカチカチっとライトの部分を押すだけでオンオフできて、とても手軽でいいなと思ったので購入しました。こちらは115ルーメンというふうに書いてあります。明るさの目安ですね。こちらはお値段が1300円なんですけども、ケーブルはなんと 3.5 メートルもありまして、またコンセント用のアダプターもついております。あとこちらの袋にケーブルクリップなど固定する用のシールなどもついてました。使おうと思っている場所はこちらです。これがなかなか良かったです。今デスクライト、子供用のデスクですけども、この IKEA のデスクライトを置いてますが、これをね設置すればデスクライトの設置面積がねいらなくなるので、すっきりするんじゃないかなと思いまして、ここに設置することにしました。ミッケという学習デスクで上に棚があるので、その棚に貼り付けました。私はスコーディスという IKEA の有効ボードを取り付けてますので、ちょうどこの穴から線を通して設置することができました。かなり眩しいので見つめ続けないようには注意です。とても明るいですし、デスクがすっきりしたので子供は喜んでいます。ちょっとだけ光が黄色みがあるので、絵とか描かれる方はちょっと注意が必要です。ちょっとね映像だと分かりづらいんですけど、ちょっと黄色い光ですね。なので本当ディスプレイ用のライトにとか間接照明的に使っても綺麗なんじゃないかなと思いました。はい、こちらは IKEA 港北店のルームセットっていうかディスプレイですけども、すっごくおしゃれになってました。こちら子供部屋のルームセットなんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか？最新の新商品がたくさん使われていますし、派手な猫ちゃんのクッションカバーがねこんなおしゃれになるとはですよ。でこちらのラグも非常に新商品で注目されている商品です。すごく可愛いですよね。でこの辺りの収納については次週収納についていろいろ特集しようかなと思っています。IKEA って結構手頃なお値段で画期的な収納グッズがいろいろあるんですよね。ここはヨナクセルという引き出しが入っていました。でこちらの奥のハンガーポールにこのライトがくっつけてあんのめっちゃ天才じゃないですか。同じ紫ですし真似したいって思いました。かわいい。でね、今新商品で歯切れカットクロスがたくさん出てるんですよね。手芸できる方いかがでしょうか。カットクロスをねフレームに入れたりしてるだけでもすごく可愛いですよね。でこちらのベッドにかかっているブランケットはもう新商品でして、こちらもねすっごく可愛いんですよ。このざっくりとした編み方がすごく可愛いですよね。素材はポリエステル 100% となっています。前回の動画のコメントでうちはブラウンでコーディネートしてるんですってコメントくださった方がいらっしゃったんで、ちょっとお見せしたいなと思ったんですけど、 IKEA 港北店にトーンスタードシリーズという新しい IKEA の新商品があるんですけど、そちらをふんだんに使ったルームセットができています。トーンスタードシリーズはちょっと高級感のある仕上がりになってまして、ツキ板仕様になってます。なので質感がとてもいいんですよ。でまたお色味もこの明るいブラウンとちょっと濃いブラウンとありまして、どちらもとても素敵なのでぜひちょっと見ていただきたいなと思いました。ただ1点注意なのは、とても上質なだけにめちゃくちゃ重いんですよこちらのコーヒーテーブルに至っては25キロぐらい多分あるんですよねかなり重たいです。
トーンスタードシリーズでちょっと家具揃えちゃうとお引っ越しが大変になると思います。模様替えも大変だと思いますね。はい、続きましては購入品を紹介します。夏休みにご旅行など行かれる方いかがでしょうか。こちらのバッグです。こちらは収納ポーチ付きのバッグとなってまして、このようにちゃんとチャックもついている商品になってます。でショルダーストラップと手提げのストラップとついています。チャック付きっていうのがいいですよね。なので旅行先に持って行ってですね、お土産などが増えたらこちらに入れるっていうのがいいんじゃないでしょうか。でチャックも閉められるんで預け荷物にしてもいいですしね。で派手なんですぐ見つけられますし、ショルダーはかなり長さの調節ができます。ここにね、ビリビリタイムで、ここにあれを通せるんじゃないですか、スーツケースのあれを。はい、ちょっと後でやってみますね。で畳み方はちょっとわからないんですけども、正解がおそらく適当に畳みますよ。こんな感じで多分適当でもね、多分十分入るぐらいの収納ポーチの大きさとなっていました。そこまでペラペラすぎないんで割としっかりしてると思います。でこんな感じの大きさになりました。はい、では早速やってみましょう。と思ったらですね、私が持っている古いスーツケースはですね、ここがちょっと通りませんでした今時のはもっと細いのかもしれないですね。引くところがですね。持った感じのイメージはこのぐらいの大きさです。若干中にも赤いものを入れてるんですけども、若干透けてますね。はい、でも値段の割にしっかりしてますし、そういう旅行の時のサブバッグ的な、荷物が増えた時用的な用途でいかがでしょうか。これ自体めちゃくちゃ軽いんでいいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけますと大変嬉しいです。またすぐ次の動画でお会いしましょう。Didn't see it took me far too long to realize